あの果物あんま味ないんですよね。次の冬とか夏をどうやって俺は過ごすのかちょっとよくわからないです。おでん屋さんに行ったらイチジクのおでんありますね。砂糖とみりんの違いがよくわからない。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。僕は最近イチジクハマってるんですけれど、今ちょっとダイエットしててご飯とか麺をあんまり食べないようにしてるんですね普段で。結果反動で甘いものがすごい食べたくなるっていうそういうことになって、プラマイゼロみたいなことになっちゃってるんですけれど、で甘いものを食べたいなと思った時に僕イチジクはもともと好きで、イチジクが好きなんだよねって話を会社でも言ってて、たまにそのイチジクのお菓子とかを買って食べてたんですけれど、同じオフィスに女性のプロデューサーで抹茶のスイーツを死ぬほど好きな女の子がいて、その子が抹茶をもうとにかく日本中、なんなら世界中探して抹茶のスイーツを食べまくってるんですけど、彼女が探してるんで世界のスイーツ情報を手に握ってるんですよ。で、あそこにイチジクがあったんで買ってきましたみたいな感じで買ってきてくれるようになって、そこからすごい頻度でイチジクのスイーツを食うようになってきましたんで、お昼その子と一緒にイチジクのパフェ食べて、夜イチジクのケーキを食べに行ってそれダイエットになってないでしょ。そうなるとご飯食べれないんですよ。なんかもうお腹いっぱいで甘いものだけで。俺ケーキを食べた日の夜めまいがしてきて甘いもの食べ過ぎて、でそのなんかめまいがしたからしょうがなく焼き鳥屋に入って焼き鳥とハイボールを飲んでなんか体のバランスを整えて寝たってことがありますね。そのぐらいイチジクスイーツを食べてるんですね最近は。そのイチジクスイーツはいろんなバリエーションがあるんですか？いろいろあります。例えばパフェであったりケーキであったり、あとこの前食べた羊羹があります。イチジクの入った羊羹とか、あとクッキーとかチョコレートとか、あとドライイチジクとかもいろいろありますし、あとイチジクの種類もいろいろあって、白イチジクとか普通のイチジクとか黒イチジクとかいろいろあるんですけど、正直言って僕イチジク好きなんですけれど、果物あんま味ないんですよね。多少甘いかなっていう、種がプチプチ言うぐらいの食べ物で、そんなに美味しいかって言われると、いやそんなもんでもないなと思うんですけれど、でも一個テーマを決めて、じゃあこれ食べるぞってなった時に例えばデパ地下とか行ったりするとスイーツコーナーでそれが目に入ると見つけたみたいなちょっと楽しい気持ちになるから、そういうなんかディグルっていうんですか、そういうなんかこう面白さを探す喜びは新たに生まれました。はい、目当てのものっていうのはそうですね。もうこれに執着してる俺がいるから買わざるを得ないみたいな。イチジクっていつから好きだったんですか？いや昔から僕すごい好きなんですけど、ただ正直言うとイチジクも桃もスイカもみんな好きなんですけれどいやだからたまたまイチジクを好きだっていう話を出て、それにフォーカスしてるんですけど、これがスイカの場合も多分ありえたなっていう。全然好きです。イチジクって季節いつ？いや僕もそれ気になってたんですけど、イチジクは今ちょうど終わりかけですね。もう終わるぐらいですね。じゃあもう年中はいけないっていう。年中はないですね。あとあんま売ってないですね、スーパーとかでも。そんな美味しくないからみんな食べない。美味しくないからかわかんないですけど、でも今年イチジク食べてない気がします。そうですよね。そもそもフルーツであんまりイチジク食べないですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。やっぱ子供の上位とかってイチゴとかリンゴ、みかん、スイカ、マスカット。そうです。僕ドライイチジクがまず最初に好きになったんですよね。それは確かにわかる。あれちょっと大人な感じ。そうです。あれ酒のつまみになんかワインとかウイスキーのつまみにいいじゃないですか。酒飲みってちょっと湿ってるものが好きなんで湿ってるイチジクは美味しいなみたいなそういう気持ちで食べてたんですけど、そこスタートでしたね。はい。てか皆さんスイーツをそもそも食べないですよね。スイーツ僕は食べます。僕も食べますよ。食べるの？甘いの大好きです。どういう時に食べます？普通にチョコをつまみたくなるとか、お酒飲んだ後も割とチョコとお酒とかで飲むタイプなんですよ。どっちかっていうと。なるほどなるほど。僕本当に出張行くたびに絶対違う甘いお菓子買って帰ります。それをお土産として。お土産で。お土産として買って帰るんですけど、当然家族で一緒に食べるっていう。
まあ、アルコール飲まれないですからね。そうですね。脳を癒すというか甘やかすために砂糖を投入するという。ああ、そうなんですね。そう言われるんだったらそうだと思います。はいだいぶ甘やかしてると。そうですね。よく酒飲まない人は甘いもの食うって言いますからね。このスイーツの話題でこのメンツで広がると思えない。でもそのシーズン過ぎたらどうなるんですか？わからない。そもそももともと好きだったんですけど、その抹茶のスイーツの彼女がオーガナイズするようになった狂った秋があって、今年が行かれた秋を初めて過ごしたんで、次の冬とか夏をどうやって俺は過ごすのかちょっとよくわからないです。だから最近横尾さんの X 見てるとイチジク系が多いんですね。そうです。は確かに。写真もお上手で。い。異常に上げてますね。そのイチジクを使ったスイーツをいろいろ食べてるってことで、イチジクの種類をいろいろ食べてるってことではない。ではないです。はっていうか、イチジクにそんなに種類があるって知らなかった。い。種類ありますね。ありますけど、正直そんな変わんないですね。食べた感じ。いや、確かにいいやつはちょっと甘かったりするんですけど、いいや高い、なんか、シャインマスカット的なイチジクがあるってそうですね。いうことですか。白いちじくみたいな、フランスから来ましたよみたいなやつとかいるんですけど、美味しいんですけど、まあ、スイーツになるときに普通のいちじくになんかこう蜂蜜とかかけたら一緒ですからね。そのぐらい雑な感性で俺食べてるんですよ。イチジクってありのままで食べることはありますあります。普通に。はい。この前でもおでん屋さんに行ったらイチジクのおでんありましたね。あります。いちじくの天ぷらもありますよね。そうですね。天ぷらあります。屋さんとかでそういうのは食べたことありますね。そうですね。それもそれで僕はすごい好きなんですが。イチジクのおでんは僕は聞いたことなかったです。なんか衣ついてて、ちょっと甘みが増してる感じがあって、それが美味しかったですね。確かに。そう、ちょっと話題変わっちゃうかもだけど、さっき料理の話さはい。っきですか。小山君も料理してる。僕料理林さんどうですか。私も土日は割とたまにしますね。料理軍団や。亀谷さん料理しないんですか？僕はしないです。あーしないというか、できないですね。よく言うんですけど、その砂糖とみりんの違いがよくわからないんですよ。まず砂糖というよりは液体かパウダーか。そもそもだから間違いようがない。形状からものすごく違うんですけど。いやでももう料理にぶち込んじゃったらあーなるほどいいじゃないですか。よくなんか言うのが、みりんは照りを出すとかっていうの。なるほどなるほど。なるほど。いやでも砂糖でも照りは出ますからね。大丈ほら、夫です。大丈夫です。でもないじゃん違いは。いやいやいや。一応なんかこう浸透するなんかあれが違うっていうのはパウダーだから浸透しにくいみたいな。そうです。パウダーだから浸透しにくい。あー液体だから浸透しやすいみたいなのが一応ある。いやでも料理すごいですね。今ってもうレシピが無限にあるじゃないですか。ありますね。そのクックパッドなり YouTube なりいろんなところにレシピがあって、それ通りに作れる。昔は分かんなかったんですよ全然。でも今はスマホのおかげでちゃんと手元で見ながらその通りに作れば美味しいのができるっていうのが分かって、でかつちょっとやると楽しいなとか、料理作ってる1時間半とか2時間が結構みたいな、それで土日割とやるようになりましたね。僕もなんか個人的にはクリエイティブな作業だなと思ってやる感じですね。いやクリエイティブだと思う本当に。でそのレシピを作り出した人は本当にすごいといやす思う。ごいですね。そうですね、確かに。あんなところにたどり着かないもん俺なんか多分永遠に。世界に誰もいなくなって俺一人になってレシピがなくて目の前に調味料だけあっても何にもたどり着かない。例えば卵焼きを作るとか目玉焼きを作るとかそういったことはしないんですか？それぐらいの。目玉焼きはできます。はい。なんか外食するほどでもないけど食べたいものとかってたまにあるじゃないですか。なんか卵かけご飯とか、はいはいはいそういうのを作ったりしないんですか？それはやります。じゃあ簡単な家でそうやって作るようなもの。そうですね。僕自分の YouTube チャンネル始めた時に言ったんですけど、2年前か初めてカレーを作ったんですよ。なんかやってましたね、そういうの。あれは箱の裏に書いてある通り、あとルー入れるだけなんで、いやもう感動しましたね。今度神谷さんこのチャンネルでカフェって設定じゃないですか。神谷さんが料理出す設定でしかも料理を名前だけ聞いてレシピを見ずに作るで材料はわっと並んで作るっていうのをやりましょう。絶対楽しいものができる気がする。違う、味見禁止です。味見禁止。もう絶対横尾さんがちゃんと料理作る方が面白い。いやもう神谷さんそのレシピがね味見禁止でハンバーグとかあとフライみたいに火が通ってるかどうか分かんないようなものがいいと思います。ギリギリ楽しみましょう。ハンバーグ危ないですね。ひりつきましょう。ハンバーグね。ハンバーガー行きましょう。こんなクラフトバーガーみたいな感じでいっときましょう、神谷さん。でも仮に目の前にハンバーグ作れるひき肉とかいろんなものがあって、神谷さんハンバーグをどう作ればいいかなんか想像はできるんですか？
今。ハンバーグはできそうじゃない？うん。ひき肉こうして。いやちょっとやりましょう。じゃあいけるじゃないですか。まあ、でも確かにハンバーグはそういう気もします。なんか小麦粉とか並べられてグラタン作れっていうよりはだいぶ、ねあでもハンバーグとかからやると。店の食材も並べるんあそうですーゲーム性あるの？ありますありますいや料理する人ってだから多分皆さんそうだと思うんですけど、だから僕も学生時代とか今その簡単な料理が自分が食べるものとしてはもうどんな味になってもいいんで作りますけど、人に食べさせるってなるともう格段とハードル上がりますよね。あそうです。あんまり実験的なことはできなくなりますよね。はそれをやってるっていうのはもう修羅場くぐってるなと思いまい、す。修羅場。作ってない。まあでももう僕はでもそういう意味で言うともう置きに行く料理しかしない。あそうなんですか。そんななんか大したことないですね。だから横尾さんのツイートの写真見ながら美味しそうだなって。僕は割とあんまりレシピ見ないんで適当なもんですけどよく失敗とかするんですけれど。でもそれすごいですね。それすごいですよはい。感性ですよ。それいやもう失敗するんで完成ではないですけど。怖くてできない。もうちゃんと大さじ1だったらもうその通りにやらないとむしろ気が済まないっていうか怖いんですよねやっぱり。ああなるほどね。でもレシピは守れってよく言いますよね。そう勝手にやるそうですね。僕どっちかというと横尾さんタイプかもしれないです。僕もあんまレシピ守らないというか。でもそれは多分ちゃんとやってるからですよ。おそらくはもっと料理をちゃんとしてるからだと思います。神谷さんはコーヒーを入れてじっくりお話を聞きましょうかみたいな、そういうなんかちょっとジェントルな感じを出した方が採用の役に立つんじゃないですか。それはマスターじゃないですか設定的にはマスターの僕ですね、それはやるのは。じゃあ神谷さん何するんですか？僕は